こんにちは、東京ベジライフのなつきです。今日は信州の美味しい食材をたくさん使ってちょっとスペシャルなディナーを作っていきます。大かぶのみずみずしいセロリは今の季節だけ。薄く切って米酢と塩麹で味付けして、寒天は冬凍るように寒いこの土地で昔から作られている保存食、棒寒天の大袋を常備して普段はご飯と一緒に炊いています。今日はさっと水で戻してサラダに。地元の農家さんが作ったカラフルなトマトが加わるとお皿がパッと明るくなります。信州といえばお蕎麦。発芽させた蕎麦の実をトッピングして梅酢を垂らせば涼しげなサラダの出来上がり。今年の梅干しは地元の梅としそを使って漬けました。多めに漬けたしそは乾燥させてゆかりに。昔ながらのこんにゃく、畑で育てた大葉と合わせて、ゆかりで爽やかに仕上げます。信州のきれいな水と空気のせいでしょうか、地元のお豆腐はとっても美味しい。すったくるみに信州味噌、地元の米麹で作った醤油麹。甘味料は近くの町で作られている昔ながらの麦芽水飴を。お豆腐にたっぷりのせて、こんがり焼いていくとお味噌と水飴の甘いいい香りが部屋中に立ちます。長野県は海のない県ですが、その分山の恵みが豊富。立派な真っ白な舞茸はそれだけでごちそうですね。ジューシーで肉厚な舞茸を楽しむならブレス焼きがおすすめ。ぎゅーっと押すと旨味がたっぷり詰まった汁がじゅわっと出てきて、舞茸を美味しく仕上げてくれます。味付けはシンプルにお塩と最後に少しだけお醤油を垂らして、舞茸のステーキは食べ応え十分。今日のメイン食材、スペシャルゲストは地元の山で採れた天然の夏松茸。夏松茸は通常秋本番の松茸より香りが弱いそうですが、長かった梅雨の影響で今年は例年にない豊作、香りも強いとのこと。
土鍋で松茸の香りをぎゅっと閉じ込めた炊き込みご飯、出来上がりが楽しみです。簡単にお吸い物も、昆布だしにお塩と塩麹の上澄み、シンプルイズベスト。そして松茸といえば焼き物は外せません。ふっくらさんにお任せしていきましょう。炊きたてのご飯の香りと芳醇な松茸の香り、食べる前から至福の時です。焼き松茸もきれいに焼けました。裂きながらいただきます。デザートも地元の食材を使って、寒天と同じく冬が寒い地域だからできる氷餅、水に浸したお餅を2ヶ月ほどかけて外で乾燥させる天然のフリーズドライ食材。お餅に戻すこともできますが、水分のないサクサクなそのままの状態はまるでウエハースのよう。薄く切ってあんこを挟んでいきましょう。あんこは地元のおばあちゃんが作った大きな花豆を炊いて、米麹と発酵させて作ったもの。真っ白な氷餅の粉が粉雪のようで、寒い信州の冬を思い出させてくれます。新鮮なものから保存食まで、信州の食材を使ってお料理をすると恵みを与えてくれる山、自然の豊かさを感じます。シンプルな中に一番の贅沢があるのかもしれません。それではまた次回。See you next time!